おだすこんちこんぼんポテトです。今日もデータぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、タッチダウンパスライブレの能力上げたらどうなるのかやっていきたいなと思います。ということで、前回ね、タッチダウンパスについての動画っていうのは出してるんですけども、詳しい仕様とかに関してはそちらをね、見ていただけたらなと思います。で、今回はそれを踏まえた上で数値を変えていったらどう変わっていくのか、これをね、見ていきたいなと思います。オフェンスセンスとか、そういったところのね、仕様もね、なんとなく見えてきたんで、ぜひね、見ていってください。で、今回の目次にはなっていくんですけども、最初にね、全部99の実力、これをね、見ていきたいなと思います。どこまでね、こう、最大値として、やっていけるのかみたいな、変わっていくのかみたいなところですね。で、その後に今度はスピードとかオフェスに特化した状態での検証をやっていきたいなと思います。検証方法ですね。検証方法はご覧のような形にしていて、ピルロがね、ここでボールを取って、で、そのままフォワードにタッチダウンパスをしていくような、そんなイメージになっていきます。このね、フォワードの能力を変えて見ていくって感じになっていきます。で、ピルロの能力なんですけど、ピルロのディフェンス能力がね、結構重要ってこともね、前回の検証では分かったので、そういった意味でこんな形にしてみましたというところで、パスとディフェンスにも全部パーしてみました。こんな能力上がるんだね。ピルロってタッチダウンパス製造機みたいなね、そんな状況になってます。はい。なので、このピルルを使ってやっていきたいなと思います。まずはラインブレーカーのね、99の状況から見ていきたいなと思うんですけども、使っていくラインブレーカーはムワッペになっていきます。ムワッペの能力こんな感じで、初期はこんな感じになっています。この初期の能力に対してこんな感じで全上げしてね、全部99になった状態でどう変わっていくのか、これをね、比べていきたいなと思います。早速ね、比較で見ていきたいなと思うんですけども、下がね、オフェンスセンス81、初期の状態になってます。で、上がね、オフェンスセンス99、これで見ていきたいなと思います。取った瞬間ですね、この後のここの1歩目の反応っていうのかな、ここに関してはやっぱりオフェンスセンス99の方が早いかなって気はしています。上見ていただけるとね、もうダッシュ体制に入っているかなと思います。で、なんか反応が単純に早いっていうのと、あとはね、オフェンスセンスが高いとですね、この手を上げる仕草っていうのかな、ヘイヘイヘイっていうこの手を上げる仕草もなんか早いなっていう感じはしていましたね。準備できましたよの合図なのかな、そんな感じがしていましたね。で、その後のパスのところを見ていくと、こんな感じですね。はい。どっちもね、相手のディフェンダーをある程度ぶち抜きみたいなのはできてるかなっていうところはありましたね。で、別のシーン持ってきました。はい、ここもですね、こんな感じでポーンと蹴っていくようなところですね。はい。この辺はちょっと差が出たかなっていうところですかね。さすがにこう何本もやっていくとですね、スピード99の方が最後のボールもらうまでの10メートルぐらいかな、この辺りの速さっていうのはやっぱ際立ってくるような印象でしたね。はい。なのでこれとかに関してはもうこのまっすぐ1点のイメージですよね。こっちに関してはちょっとまだわかんないよね。先に触れたとしてもディフェンダーにスライディングとかされたりとか考えたらちょっと難しいのかなとかね、そんな形もありましたね。オフェンスセンス99の方が反応が早いっていう話はしたんですけども、これもまたね、条件とかが揃うと何の条件かとかはわかんないんだけど、詳しくは分かってないんだけど、ほら結構ね、下もねちゃんと反応できてる時があるんですね。このオフェンスセンス81の時もちゃんと反応できてる時があるんですね。なのでこれも確率なのかなとか、条件が揃えばみたいな感じなのかな。なので99の方はどんな時でも基本的に速いです。で、オフェンスセンス81とかちょっと低めの場合は速い時もあるし、速くない時もあるしみたいな、そんな形になりましたね。で、このシーンなんかは、ちょっと体勢がね、上の99の方の体勢が悪かったっていうのもあるんですけど、81の方が早く動き始めてるんですよね。こことか走り始めてるんですね。なので一歩ぐらいオフェンスセンス99より先に走り始めてるんですけど、この後見ていくとバーンといって、ここですね、初期値の方は敵とちょっと競り合ってますよね。最後これどうなるか分かんないっていう感じで、オフェンスセンス99とかスピード瞬発99の場合はもうちょっと相手抜いてますよね。なのでこの辺のやっぱ最後のあんだけ一歩最初遅かったけどスピードとか瞬発含めて99になっていると、それをちょっとまくるぐらいの可能性みたいなのはあるのかなっていう感じはしましたね。結局スピードやっぱ大事なのかなって感じがしましたね。オフェンスセンスが低いと反応が遅いとかいろいろ話したんですけど、ちょっともう一つ気になることがあって、これ見てほしいんですけど、これ初期値オフェンスセンス81の時なんですけど、ほらわかりますか？これちょっとムバッペよくわかんないところ走ってるんですよね。これとかこれ1回とかじゃなくて
これも分かりますかこれ。ボール取って走り始めはこっちに走ってんのよ。こっち。なんだけど、これほら急にこっちに方向転換するわけ。ピルロもなんかそれに合わせたのか、なんかちょっとよくわかんない感じのボールになっちゃうみたいなね。こっちもそうですよね。ここで急にこっちに曲がったもんだから、ピルロもそれに合わせてパスみたいな。何もチャンスにならないみたいな。なのでこれがなんかオフェンスセンス影響してんじゃないかなってちょっと思いました。スペースに対して最適なルートを選択できない可能性があるみたいな、そのところあんのかなってちょっと思いましたね。これも確率なんだろうけどね。99に関しては一本もなかった。もしかしたら何百本もやったら出てくるのかもしれないんだけど、現状ねそういうことはなかったって感じでしたね。で次ですね。次は今度はスピード、あとオフェンスセンス、ここに特化だけして見ていきたいなと思うんですけど、ちょっとねムワッペは最初が初期値がちょっと高すぎるんで、別の選手持ってきました。パク・チュヨン選手というのを持ってきました。オフェンスセンス、スピード、瞬発全部ね60代の選手になっていくんですけども、この初期値の状態とオフェンスセンスを88までね瞬発も含めて上げた状態、あとスピードだけ上げて93まで上がってる状態、これでねどう変わっていくのか見ていきたいなと思います。はい、下からね初期値になってます。でこれオフェンスだけ上げた、これスピードだけ上げた状態になってます。反応の部分で言うと初期値に関しては若干遅れてるんですね。なんですけど、スピード値に関してもオフェンスに関してもそんなに変わんない反応速度にはなっていましたよというところですね。なのでさっき言った通りオフェンスはやっぱちょっとまちまちなのかもしれないかな。オフェンス低いからといって絶対遅いわけではないかもしれない。条件が合うとこういう風にね同じぐらいのスピードで走り始めたりするというところが言えるのかなというところですね。ただこの歩数とかを見ていくとこの人に注目していきたいんですけど、1歩、2歩、3歩、4歩、5歩、6歩ぐらいですかね。この足のこの角度っていうかで見ていくと、一歩までいかないですけど何コマか遅くなっているのは言えますよね。見えますよね。であとこっちに初期値に関しては反応速度がそもそも遅れてたので、一歩どころとかじゃないですね。何歩か遅れている状態になっているというとですね。反応速度はそんな感じ違いはあるんですけど、ちょっと最後まで見ていくと、パス出た後ですね。はい。この辺で見ていくとですね、初期値に関しては明らかに一番遅い状態。もう走力で振り切れてないですね。多分この後相手に触られるかどうか、こっちが先に触れるかちょっと怪しいラインになっています。で、オフェンスに関しては先には触れそうなんですけど、敵はすぐ後ろにいるんで、正直この後なんかされたらちょっとシュートまでいけるかなっていう感じはしていると。で、それに対してスピード値ですね。スピード値に関してはもう結構相手との差を開いてますよね。反応してからの動き出し自体はやっぱオフェンスの方が早かったんですけど、結構まくれているという形になっていきましたね。はい。なので、割と長い距離走る場合は、スピード値がかなり重要になってくるってことが見えるんじゃないかなと思います。別のシーンも持ってきたんですけども、ここでも、スピード値に関しては、ちょっとね、ステップ踏んじゃって遅くなっていきますね。で、遅くはなっているんですけど、これも最後ね、パッて見ていくと、わかりますかねこの感じ。初期値のやつに関してはもう完全にもう相手に取られちゃっている状態。で、オフェンスに関しては一応相手の前には出てはいるけど、ギリ触れたなって感じ。で、スピードに関しては、ある程度やっぱ距離取れてますよね。オフェンスとかと比べてもね。なので、しかもこっちのスピード値に関しては、さっき反応速度若干遅れてましたから、遅れてたにもかかわらず、オフェンスよりも遠い位置とか敵より距離を取れていると。今作からスピードのね、最高速変わったりとかしてたので、そういったところも影響してるかなと思うんですけど、スピードの影響力っていうのはちょっと強いのかな、大きいのかなと思いましたね。で、あとはですね、やっぱりさっきのムバッペの時もそうだったんですけど、オフェンスが低いと、適切なルートっていうのかなを選べないんじゃないかっていう話をさっきしたと思うんですけど、それとやっぱ同じようなことがこっちでもあって、こういうのですね。今のもわかりますかね。上が88、下が62ですけど、こっからギュッてほら、こっちに方向転換してるんですよね、この子。こういっちゃってるんですよね。そういうのがちょっとね、ありそうな感じはしましたね。これはね、さっきのスピード特化にした方も、オフェンスやっぱ62だったんで、これはちょいちょいありましたね。はい、というところでね、いろいろ見えてきたんで、一旦今日は結論です。タッチダウンパスのラインブレーカーは、スピード値の方が若干優先度高そうとします。
はい、ということでね、いろいろ見ていただきました。ちょっとまとめておきました。こんな感じです。今回分かったことですね。オフェンスセンスに関しては反応が早くなりがちって話をしたんですけど、状況によって、その体勢とかね、いうところによってもちょっと変わってくるかなって感じ。なので条件が揃ったりすると、オフェンスセンスが低くても反応が変わらない場合もあるよっていうのは知っておくといいかなというところですね。なのでこのあたりに関しては、PS でどうにかできなくないっていうところあるのかなと思いました。ラインブレイクの動きをちゃんと見れてさえいれば、そんなに気にしなくてもいいのかなというところですかね。で、あとはもう一つ言っていたのが、スペースへの最適ルートを選択しやすいっていう、これも多分確率にはなるかなと思うんですけど、たまにね、変なルートを走ったりとかいうことが、時折あったなというところです。両方とも、ちょっと確率に近いのかなと思いました。反応もルートに関しても確率に近いのかなという感じはありましたね。で、次スピードですね。スピードに関しては、反応が遅れてもまくれるぐらいのポテンシャルはやっぱあります。今の仕様としては、今の環境としてはね、スピード値の重要度っていうのはやっぱ高くなってるんで、そういった意味ではポテンシャル、かなり反応が遅れていたとしても、まくれるぐらいのポテンシャルはありそうって感じですかね。もちろん相手のディフェンダーのスピードによったりはすると思うんですけどね。で、あとは最後のね、ぶち抜き感みたいなところに関しては、やっぱスピードの方が大事かなと思いましたね。特に最後の10メートル、ボールが出てからの10メートル、20メートルみたいなところに関しては、かなりスピード値が重要なんじゃないかなという気がしましたね。結局のところ、どちらかといったらスピードの方が大事っていうのは言えるかなとは思うんですけど、今ね、結構優秀なディフェンスも出てきちゃってるんで、そういった意味ではね、結局どっちも必要ってなるんですけどね。ただ、オフェンスセンスに関しては、低いから絶対ダメというわけでもないし、逆に高いから絶対いいってわけでもないというかね。っていうのは一応知っておくと良いかな。高くて悪いことはないけど、安心しきっていいっていうことにはならないよっていうことは知っておくといいのかなと思いました。はい、というところですかね。この辺は参考になったかな。今回ね、タッチダウンパスについてやってきましたけど、これはオフェンスセンスとかスピード値の説明にも結構近いのかなと思いましたので、この辺はね、ぜひ参考にしてみてください。今回ね、ラインブレイクの能力値について見てみました。こっからじゃあディフェンス数値とかね、この辺もいろいろ見ていきたいなと思いますので、この動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。でね、あとね、最近なんか YouTube にハイプっていうね、やつがあるらしくて、これね、ぜひ、この動画いいなと思った方はですね、やっていただけると嬉しいので、よろしくお願いいたします。はい、というところで今日はね、これで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。